こんにちは、みすずです。今日は高野豆腐で煮崩れなし、あっさり和風味の高野豆腐の塩麻婆をご紹介します。乾物の高野豆腐を使用するので買い置きができ、いつでも思い立った時に作ることができますよ。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ1/2量の栄養素になります。高野豆腐なのでお玉で触っても崩れる心配がありません。また買い置きができるのでいつでも思い立った時に作ることができます。また塩麻婆なので豆板醤など特別な調味料も必要なく、いつものお家の調味料で作ることができますよ。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピは後ほどブログに書きますので、また概要欄にリンク貼っておきますね。そちらも見に来てくださると嬉しいです。材料はこちら。今回とろみ漬けに片栗粉の代わりにくず粉を使用します。くず粉は葛根糖と同じ原料でお腹に優しい食材ですよ。こちらでゆるくとろみをつけていきますね。ですが片栗粉を使ってもらっても大丈夫です。今日の流れ3ステップ。今日はまず材料の準備。すべてのお野菜をカットしてひき肉に塩を振って高野豆腐は戻してカットしておきます。次に炒めます。まずは香味野菜のみを炒めて香りを出し、ひき肉を加えてさらに炒めていきます。最後に煮込みます。今回は干し椎茸も加えていくので、干し椎茸の戻し汁とだし汁を加えて煮込んでいきます。では作り方です。まずは高野豆腐を戻しましょう。フライパンにぬるま湯 400cc を用意します。これはちょっとグツグツしていて温度が高すぎるのですが、50度程度のお湯で大丈夫です。その中に高野豆腐を入れ、そのまましばらく置いて戻しましょう。温度が高すぎるとこのようにちょっとブヨブヨに戻りすぎてしまうので、ちょっと低めの温度にしてあげてください。干し椎茸も戻しておきましょう。お水の中に干し椎茸を漬け込んでしばらく置きます。時間があれば前日に準備し、冷蔵庫に入れておいてあげるとふっくら柔らかく戻りますよ。急ぐ場合は温かいお湯に入れて戻します。またこのように落としラップをしてあげると早めに戻ります。にんにくを切りましょう。にんにくは 10g。今回小さかったので2片使用していますが、だいたい1片分です。こちらを皮を剥いて芯を取り、みじん切りにします。生姜も切りましょう。生姜5切れ 10g ほど使用します。こちらもみじん切りにします。それとネギですね。白い部分を1/4本分 50g 使用していきます。小口切りにします。玉ねぎ1/4個 40g もみじん切りにしましょう。先ほどの高野豆腐ですね。ぎゅぎゅーっと両手で挟んで水分を絞ります。しっかりと絞ってあげてください。こちらをさいの目にカットしていきましょう。小さめに切っていますが、お好きなサイズに切ってあげてください。干し椎茸に戻りましょう。軸の中央までしっかり柔らかくなるまで戻ったらぎゅーっと絞って取り出します。戻し汁は煮込む時に使用するので捨てずに取っておいてくださいね。軸を切り落として椎茸を細かく刻みます。くず粉も溶いておきましょう。本くず粉大さじ1杯は約 10g ほどです。こちらにお水を加えて溶き混ぜておきます。このまま置いておくと粉が沈殿するので、加える直前にまたもう一度混ぜてから加えてあげてください。ひき肉 200g は塩を振っておきましょう。こねないように適当にざっと混ぜてお塩をまぶしておきます。では炒めていきましょう。
ちょっと大きめのフライパンを使います。今回は28センチのフライパンを使用しています。ごま油を温めて、にんにく、生姜、玉ねぎ、ネギを加えます。弱火にかけて香りを出しましょう。油が足りなければ足してあげてください。全体に油がなじんで茶色くなってきて、良い香りがしてきたところでひき肉を加えます。火をやや強めてもらって、ひき肉に火が通るように炒め合わせましょう。肉の色が変わるまで炒めます。ひき肉は結構油が出てくるので、余分な油は厚手のキッチンペーパーで拭き取ってあげてください。唐辛子の小口切りを1本分加えます。干し椎茸を2枚分加えてざっと炒め合わせます。お酒 30cc を加えて全体にざっと絡めてひと煮立ちさせたら、あとは煮込んでいきます。高野豆腐を加えて戻し汁を加えましょう。今回は干し椎茸の戻し汁を 200cc とだし汁を 250cc 加えています。戻し汁が足りなければその分だし汁もしくはお水を追加してあげてください。火をやや強めてもらってグツグツするまで火にかけていきます。沸いたら弱火にして5分ほど煮込みましょう。途中アクを取りつつ煮込んでいきます。高野豆腐がふっくら柔らかくなるまで煮込みます。最後にお塩を小さじ1/2杯ほど加えます。味を見て足りなければ追加してください。ざっと混ぜ合わせたらとろみをつけます。くず粉は全体がグツグツしているところに加えてあげたいので、しっかりと沸騰させてもらってから加えてください。また沈殿したくず粉を一旦かき混ぜてから加えるようにしてくださいね。くず粉を加えたら全体混ぜて、くず粉に火が通る程度に温めたら出来上がりです。くず粉の量は少なめにしてあるので、ゆるいとろみになっています。お好みでくず粉の量調節してください。器に盛りましょう。熱々をぜひ召し上がってください。唐辛子の小口切りと細ネギの小口切りを散らします。これで完成です。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は高野豆腐で煮崩れなし、あっさり塩味、和風味の高野豆腐の塩麻婆をご紹介しました。いつもお家にある調味料で手軽に作れますし、高野豆腐ならある程度触ってもらっても煮崩れる心配もなく、とても作りやすいメニューですよ。また詳しいレシピは後ほどブログに書きますので、そちらも見に来てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。